こんにちは、斉藤直樹です。僕は以前、イラスト最速上達法という動画を出しました。この動画は、チャンネルが消える前は300万再生以上、再投稿した後も70万回以上再生されていて、僕のコンテンツの中では最も人気のある動画の一つなんですが、それゆえにですね、チャレンジをいただいた人の中から、こういう時はどう考えたらいいの？こういう困りごとがあるんだけど、これはどうなの？っていう感じで、いろいろなご質問をいただくことも多いんですね。なので今回は、イラスト最速上達法に関連した質問にまとめてお答えしていこうと思います。まだイラスト最速上達法のことを知らなかったり、あれ？どんな練習法だったっけ？っていう方はですね、先にこちらの動画をご覧になってから、この動画を見ていただけると、内容がわかりやすいと思います。概要欄とコメント欄に動画の URL 載せておきますね。この動画を見ていただければ、最速でイラストを上達させたい。だけど練習法の、ここがいまいち理解できない。不安。というお悩みを払拭して、迷いなく最速の上達の道を突き進んでいただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、最初の質問、紹介していきましょう。20代、ほおずきさんからの質問です。イラストに心を惹かれて、22歳から始めようとしているものです。イラスト最速上達法という動画を拝見させていただいて、練習ではなく実践を行うと動画内でおっしゃっていましたが、今からゼロで始めた私は輪郭や描き方の知識がない状態です。それでも動画内の練習法を行った方が良いでしょうか？それとも顔や体などを描く練習をした方が良いでしょうか？お忙しいとは思いますが、ご返答いただけたら幸いです。とのことです。イラスト最速上達法は逆算の練習法。はい。ご質問ありがとうございます。イラストを始めたばかりで本当の初心者なんですが、ゼロから始める場合でも最速上達法をした方がいいのかというご質問ですね。ですね、結論から言っちゃいますね。僕はおすすめしません。はい。やらない方がいいです。意外な答えでしたか？というのもですね、イラスト最速上達法、動画内でもそうですし、書籍の初めのページにもね、書いていると思うんですが、僕ははっきり言ってます。このやり方は劇薬だと。この方法をやると、あなたは練習に取り組む期間、圧倒的な上達と引き換えに、苦しんで苦しみ抜くことになるだろうと。それでもやりますか？って言ってるんです。はい。これはですね、別に冗談でも何でもなくて、本当にですね、苦しい練習法なんですね。なんでかっていうと、イラスト最速上達法って、一言で言うとですね、逆算の練習法だからです。この練習法では、最初に自分が目指したい作家を一人ね、設定してもらいます。もう自分がね、憧れてやまない。自分もこうなりたいっていう人ですね。で、その作家の絵と、今の自分の絵を徹底的にですね、見比べて、そして比較して、自分にはここが足りない。だからここを練習しよう。で、練習してやってみたんだけど、今度は、ここが足りない。ここも練習しようってね、目標に無理やり、にじり寄っていくような、そういう練習方法をします。目標から逆算して、自分に今必要なパーツを、どんどんね、くっつけていくような、そういう方法なんですね。だからね、結果的にはうまくならないわけがないです。でもね、それゆえに確実に、ものすごい上達幅で、ぐんぐんとね、上達していくことは間違いないんですが、でもね、だからこそなんです。だからこそ、これね、辛いわけなんですよ。だってね、比較対象にする絵と、自分の絵が、どう考えてもですね、今の時点で、どう見ても程遠いですし、どう考えてもたどり着ける気がしないんですよね、最初の頃は特に。普通の人は、そういうかけ離れた存在を自分とはね、切り離すことで心を守ってます。あの人は自分とは全く違う存在なんだ。雲の上の存在なんだって思うことで、自分の今の状態のできなさ加減から目をそらしているわけなんですが、それをこの練習法では許しません。その人と自分と無理やり比べさせることをします。なのでね、比較してダメなところを探せって言われても、全てがダメに見えてきますし、なんなら人によっては、絵柄だけじゃなく、自己否定にまでね、言っちゃう人もいると思うんですね。この人は人間的に優れているから、こんな絵が描けるんだ。自分はそもそも人間がダメだから、絵が描けないんじゃないだろうか。うまくならないんじゃないだろうかって。いえいえ。全然そんなことはないんですが、すでに圧倒的にできる人と、今の時点ではできない自分と同じ土台に乗せて比べるっていうのは、結構ね、そのぐらいきついことなんですよね。なので、これを超初心者がやってしまうと、人によってはね、ものすごく上達を感じられる人もいますが、人によってはね、今言ったように、自分のダメさ加減にばかり目がいってしまって、ともするとね、絵を嫌いになってしまう可能性すらあります。それがね、この練習法の劇薬たる
ゆえんです。なので、本当の初心者の場合は、ものすごく切羽詰まった理由がない限り、例えばね、半年以内に絵を仕事にしないとのたれ死ぬ、みたいな理由がない限りは、この練習法はおすすめしません。自分が心から絵を楽しいと思えるやり方で絵を描いてみてください。たまにド M の人がいるので、そういう人はこの練習法こそ心から楽しめる人がいます。傾向としてはね、フロムソフトウェアのゲームが好きな人に多いですかね。そういう人にはこの方法すごくおすすめなんですが、それ以外の人は初心者のうちはやらないことをおすすめします。次の質問です。20代みやさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。イラスト最速上達法の動画を見て、最近絵を描き始めたものです。この人もね、初心者からこの練習法にチャレンジしているんですね。すごいですね。動画内でどのぐらいの時間練習すればいいのという疑問に対して、新しい発見があるまでやってみるとおっしゃっていましたが、私はその発見に対してうまく修正ができず、なかなか2周目に進めません。講座を見てお手本と同じように書いているのですが、いくら書いてもうまく書けず、その場合何日かかっても新しい気づきがあるまで練習に取り掛かるべきでしょうか。最強の武器を生成するための素材集めと考えよう。はい。という質問ですね。皆さん、ご質問ありがとうございます。ですね、皆さん、少し混同していることがあります。それは、発見と問題解決。これはね、別問題だってことです。ですね、まだこの練習法に詳しくない人のために説明しますと、この練習法では、自分が描いた絵とお手本の絵を見比べて、で、その段階でね、今自分が一番問題だ。ここを改善すれば、絵がもっと上手くなるんじゃないか。という部分を一つ選んで、そこを徹底的に練習するということをします。例えばね、目が下手だなと思ったら、その部分に焦点を当てて、お手本の絵はどうやって魅力的な絵にしてるんだろう。自分の絵はなんで目があんまり魅力的じゃないんだろうか。と、その部分の研究を徹底的にするんですね。で、理想を言えば、その研究をしているうちに目の描き方が分かって、で、それをね、自分の絵に反映して、次に描くときには、前に描いたときよりも目の描き方が一歩前進している、改善しているっていうのが、理想ではあるんですが、そうはね、うまくいかないのが人間です。練習する場所によっては、一発でね、うまくいかないこともあれば、何度トライしてみてもね、なんか違うんだよな、って上達をなかなか感じられない箇所もあります。おそらくみやさんも、この段階でどうしたらいいのか、悩まれているんだと思いますが、僕の答えはこうです。問題を発見して、改善の仮説を立てて、そして一回取り組んだ時点で一旦 OK。結果的に解決できたかどうかは別問題。次に進みましょう。なぜなら今、あなたは最強の武器を生成するための素材集めをしている状態だからです。っていう答えですね。はい、もうこれですね、モンハンやってると思ってください。絵の上達はもう、モンハンなんです。ですね、これだけ聞いてもちょっとよくわからないと思うので、順を追って説明します。これですね、別に適当を言っているわけじゃなくて、成長というのを新たな武器を手に入れるとして考えてみれば、素材集めがね、そんなに必要なく、簡単に手に入れられる武器もある一方で、素材をね、めっちゃ集めないと手に入らないんだけど、手に入れるとすごい威力を発揮する武器っていうのもあるってことなんですよ。例えばですね、髪の毛の描き方とかっていう問題は、意外とですね、髪の毛の描き方だけを意識すれば、すんなりと上達を実感できる分野ではあるんですが、目が魅力的に描けないとかっていう問題ってですね、意外と、実はですね、目の描き方そのものだけを練習しても、実はね、そんなに魅力的にならなかったりすることもあります。なぜかというと、魅力的な目ってね、目の中身の描き方も重要なんですが、それと並行して、顔のどの位置に目が配置されているのか、どの大きさで配置されているのか、そういう問題だったり、あとは目の周りに入る影の濃さだったりね、そういう色の問題にも関係していることだったりするからですね。なので、ここが問題だって思って、その部分をね、たとえ解決できたとしても、結果的にはね、なんか練習したんだけど、なんか全然魅力的になったように思えないな。っていう部分が、絵には何箇所もあります。ただね、ここでがっかりしないでください。なぜならみやさんは、実はね、今一番難しい問題を発見し、その問題を解決するための仮説を立ててみる。そしてそれを試してみる。っていうところまでクリアしている状態だからです。こうやったらうまく描けるんじゃないかなって考えて、それを実行してみたわけですよね。それがね、何よりも素晴らしいんです。今はそれで十分です。一旦はね、まだ解決には至ってないかもしれませんが、その状態で次に進んでみて
ください。なぜかというと、みやさんは今、最強の武器を作るための素材を一つ手に入れた状態だからです。素材は一つ手に入れたんだけど、他にもね、その武器を作るには違う素材も必要だったっていうことが判明した状態なんですね、今。みやさんが取り組んでいる問題はですね、もしかしたら、今紹介したように、複合的な要素が必要な問題で、もしかしたら、次に取り組んだ問題が、きっかけになって解決できる問題なのかもしれません。さっきの例で言えば、目そのものの描き方の練習をしたんだけど、いまいち目が魅力的にならなかった。で、そのままそう思ったとしても、よし、じゃあまあ、これは一旦置いといて、次は輪郭の練習しようかな。輪郭もな、なんかうまく描けなかったんだよな。そんな感じでね、輪郭を練習していたら、あれなんか輪郭を魅力的にしようと思って、ついでにこの目の配置を少し直していたら、うわ、なんか目が魅力的になっちゃった。あ、そうか。目が魅力的に見えなかったのって、実は目そのものもあったけど、この輪郭との兼ね合いの問題だったのか、とかって、違う箇所の練習をしている時に、前に解決できなかった他の問題を解決できちゃうことってザラなんですよね。はい。この場合ですね、目を魅力的に描くという最強の武器を手に入れるには、目の描き方という素材と輪郭とのバランスを取るという素材、この2つの素材が必要だったということになります。こう場合によってはね、3つとか、あるいは4つの素材を組み合わせてできるレアな武器もいくつもイラストには存在しています。なのでですね、もう一回一回問題を完璧に解決していかなくて大丈夫です。大事なのは問題を発見して、そして解決のための仮説を立てて、で、一回その仮説をもとに解決を試みてみることです。問題解決自体はですね、その段階では必ず必要なものではありません。まあだからですね、人によっては最初の3、4週とかは全く成長を感じられないっていう人もいると思います。でもね、そういう人は、こう、5、6週目になってね、一気にパズルのピースが、こう、ビタ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 って組み合わさって、急激な成長をね、実感できる瞬間がやってくるかもしれません。絵の成長ってね、そういうものなんです。徐々にね、こう成長していくんじゃなくて、ある日突然ですね、それまで集めた素材が組み合わさって、こう、いきなりね、最強の武器が生成されるような成長の仕方なんです。まあ、どうしてもですね、すぐに成長を実感できないと、ちょっと気持ちが悪いなって思ってしまうかもしれませんが、そんな時はですね、自分は今、入手困難な最強の武器を生成するための素材集めをしているんだって思って、そしてね、次の素材集めに出かけていってみてください。今の努力は絶対に無駄にはならないはずだと思います。はい。次の質問です。20代、五条さんからの質問です。いつも動画を拝見しております。漫画家を目指していて、現在読み切り会議にまでかけてもらえる段階まで来たのですが、これもすべて直木先生の動画のおかげです。動画を見て練習するようになってから、担当さんに褒めてもらえて、本当に助かっています。ここからが質問です。長くなってすいません。よく憧れの絵柄を自分の絵に落とし込むためには、模写だったり、直木先生が1年前に挙げていたイラスト最速上達法のような練習が効果的だと思うのですが、なりたい絵や憧れの絵が2つや3つある場合にはどうすればいいのでしょうか。現在いろんな方向に引っ張られてしまい、自分の絵がぐちゃぐちゃになってしまっています。1つに絞れればいいんですが、どうしても大好きな絵柄が2つあって、その2つをどうやって取り込めばいいのか全くわかりません。何かいい練習法はありますでしょうか。教えていただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。ベース作りとちょい足しに分けて考えよう。はい。ということで、読み切り会議にかけられるくらいまで行ったっていうことでもすごいですね。まあ僕のおかげだってね、言ってくれてますが、それはもう間違いなく、五条さんの努力の賜物だと思います。自信を持ってくださいね。でですね、この質問、非常に多いです。というのも、イラスト最速上達法は、一人の作家さんに絞って、まずはその作家さんの絵柄を研究することで上手くなろうっていう方法を紹介しています。ただね、まあ普通の人間であれば、好きな絵柄を一つに絞るっていうのは、これね、ほぼ不可能です。はい。それが普通です。あの人も好きなんだけど、あ、この人も好きなんだよな。もうなんならこの人もこの人もこの人も好きなんだよ。っていう状態が普通。これが普通です。ただね、それを100も承知の上で、最速上達法は一つの絵柄に絞って練習せよ。と言っているんです。はい。これなぜかというと、これですね、言葉をあえて選ばずに言うとすると、今売れてない自分と今売れている作家の感覚、どちらが信じられるのかという問題があるからです。まあ、これに関してはね、ひょっとしたら五条さん、読み切り会議にかけられるぐらい絵に魅力をまとえている状態かもしれないので、もしかしたらね、このアドバイスからは対象外、外れているかもしれません。なので、まあ、ちょっと変ですが、五条さんはね、話半分に聞いてくれて結構です。憧れの絵が何個もある場合、多くの人は
はどう考えるのかっていうとですね、大体の人はこう考えます。僕は A さんの線が好きだから、よし、線画は A さんを参考にしよう。でも顔の感じは B さんが好きだから、よし、顔の感じは B さんを参考にしよう。で、背景は C さんの描き方が好きだから、よし、C さんを参考にして背景を描こう。こんな風にして、自分の好きな作家さんの好きな要素をこう選んできてガッチャンコしてね、そして自分の絵柄を作ろうかなっていう考え方。はい。わかります。わかりますし、大方それは間違った考え方ではありません。実際にその考え方でうまくいく人、たくさんいます。ただね、いるんですが、結構ね、この考え方って、自分にはこの時代にあった圧倒的なセンスがもうすでに備わっているっていう前提ありきの考え方なんです。いやもう、そういうセンスがもう自分には絶対にあると確信している人は、ぜひね、その考え方でやってください。センスがあればね、絶対にうまくいきます。ただね、残念ながらみんなにその感覚が備わっているかっていうと、そうとも言えないんですよね。もしね、自分にはそんなセンスがないかもしれないって思う人であれば、やっぱりね、練習の段階に限っては、参考にする作家さんは一人に絞るべきだと思います。はい。なぜかというと、これ特に今までイラストを仕事にしようとしてきた人であれば、なおさらそうなんですが、今までね、そのやり方をしてきて、その結果売れてないわけですよ。そういう人って。A さんも B さんも C さんも好きだから、それを合体させればいい絵になるはずだって思って、今まで合体してきたその絵が、結果売れない絵になってるわけなんですよね。はい。なぜか。答えは簡単です。そんなセンスが自分に備わってないからなんです。そんな売れない自分のセンスを頼りにするよりも、もうすでに今の時代売れている A さん、この A さん一人に絞って、その人に学ばせていただいた方が、絶対確実だと思いませんか？今売れてない自分のセンスと、今売れている A さんのセンス、どちらが今の時代に即していますか？これ火を見るより明らかですよね。はい。そういう話なんです。いや、でですね、この話結構ね、きついですよね。何度も言いますが、この練習法は、あくまでね、イラストを最速で上達させたい人や、イラストをすぐに仕事にしたい人、そういう人向けに話しています。なので、どうしても言葉がきついですし、絵を楽しみたい人にとっては、真逆のアドバイスになっちゃっているかもしれません。自分は絵をとにかく楽しみたいんだ。人と比較なんてしたくないっていう人は、今言ったアドバイス、もう全部ね、無視してください。これはね、あくまで、ハードモードをプレイする人たち向けのアドバイスなんだ。っていうことを忘れないでくださいね。絵は上達だけが正義じゃありません。もう上達しなくてもね、絵は楽しいものなんです。それを忘れないでくださいね。はい。その上で、ここでおすすめしたい僕の考え方、やり方はですね、ベースの上にちょい足し理論です。いやね、そうは言っても、やっぱり僕らは人ですから、同時に A さんも B さんも C さんも全部の絵柄が好きっていう考え自体はもう拭えないものだと思うんですよ。そんな時はですね、もう、まずは一旦3ヶ月だけ A さん一人に絞ってください。もうその瞬間はね、めっちゃ不自然で受け入れられないかもしれませんが、もう3ヶ月だけです。でもね、この3ヶ月だけは、ぜひね、もう A さんを、もうまるで神かのように全てを受け入れるんです。線も顔も背景も、全部 A さんの絵柄が思考。もう他の絵師なんてクソくらい。もう A さんだけが神なんだっていうぐらい A さんの描き方を崇拝してください。で、そうするとですね、A さんの描き方、A さんの売れるためのバランスの取り方っていうのがあなたの中にベースとして出来上がります。その後で B さんとか C さんとかそういうエッセンスをそのベースの上に、ちょい足ししていくようなイメージで付け足してみてください。同列でガッチャンコするんじゃなくて、ベースの上にね、足してみるんです。その順番で、そのバランス感で取り入れるのであれば、大きく自分の理想からは外れることなく、時代に受け入れられやすい絵柄を確立していくことができるようになるかもしれません。大事なのは、順番なんです。質問者のね、五条さんは、すでに評価され始めているということなので、この感覚はもうすでにね、身につけているかもしれませんが、同じような悩みを抱えている方はぜひ、この考え方、参考にしてみてください。ということで、いかがだったでしょうか？今回は、イラスト最速上達法に関するお悩みと、その解決法についてお伝えしてきました。また、イラスト最速上達法の悩みにお答えし、その後の取り組み方についても紹介した書籍、イラスト最速上達法回につきましても、ただいまブースにて販売中です。デジタル版、書籍版、どちらもございますので、興味があればぜひチェックしてみてくださいね。実際に上達法にチャレンジした方10人のビフォーアフターとインタビュー記事も掲載しております。概要欄とコメント欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。